皆さんこんにちは。今回はオーストリアの南部にある町、フィラッハからお届けです。突然ですが昨年末、オーストリアの鉄道界隈でビッグニュースがありまして、それまで鉄道で3時間もかかっていた区間を、なんと約40分にまで短縮させたという、ものすごい路線が誕生したんですよ。これはその新線ブームに乗っからないと思いまして、それに乗るべく今回はオーストリア南部までやってきました。そのルート、今までは険しすぎて鉄道で越えられなかった巨大な山脈を貫いて結ぶというとんでもスケールかつ完全な新線区間でもあるということで、開通が楽しみな路線でした。実はすでに1往復乗っちゃったのですが、その時はただ通過しただけなので、今回は乗るだけではなく、駅に降り立って新線の駅がどんな感じか見ていきたいと思います。新線ということで最高速も250キロ出せますし、今回は駅を通過する列車も事前に調べてきましたので、駅で爆速で通り過ぎる様子も見たいですね。それでは、一体どんな路線になっているのか気になりますので、早速出発です。では、この町のメイン駅、フィラッハ中央駅にやってきました。その新線なのですが、ここから優等列車で30分ほど東に行ったところから伸びていますので、まずは列車に乗って移動していきましょう。列車が止まってる側に振り返ると、実は今、すごく面白いタイミングだったりします。この左側の白に赤のラインは、おなじみ、ドイツの ICE なんですが、その向かいにいる見慣れない青と白の車両、これ実は、スロベニアの電車です。オーストリアを挟んだ両国の電車が同じホームにいるという、なんとも面白い光景が広がっていました。調べた限り、この2つが同じホームに揃うのは、1日のうちで、今、このタイミングだけのはず。あと向こうにはオーストリアのレールジェットもいますので、この瞬間に3カ国の列車が見えていることになりますね。面白い光景を見たところで、このレールジェットに乗って東へ向かいましょう。さあ、無事席も確保できましたので、出発です。ちなみに乗りましたのは、7時36分発のレールジェット857便で、首都のウィーン中央駅行きですね。乗ったこの便ですが、朝早めということで空席多めでした。30分ほど乗りまして、次の主要駅のクラーゲンフルト中央駅に到着しました。今回のメイン、新線はここから先ですね。クラーゲンフルト中央駅を発車です。お待たせしました。ここからが今回の本題、新線、コーラルム線の始まりです。コーラルム線は、グラーツとクラーゲンフルトという南部の都市同士を結んでいるのですが、その間にはコーラルペ山脈という巨大な山脈があって、そこを33キロものトンネルを通すことで実現した路線になります。巨大な山脈ゆえに、以前は鉄道で移動しようと思うと、そこをぐるっと北に迂回せざる得ず、3時間もかかっていたそうですよ。あ、ここで向こうに分かれていったのが、今までウィーン方面へのメインだった路線です。あっちからだと、グラーツまで220キロの3時間だったのが、今ではこっち経由で127キロ40分ですから、相当な短縮ですね。しばらく進むと、早速新線の本領発揮です。この路線は高速線としても作られているので、運行上の最高速度は250キロまで可能だとか。ただ今乗っているレールジェットは最高速が230キロなので、この辺りが限界ですね。この路線の西側区間、実はかなり南の国境線に近くて、あそこに山が見えてるじゃないですか。あの山の向こうは、もうお隣のスロベニアだったりします。ちょっと見えづらいですが、ここの駅を通過すると、南の方に分かれていく線路がありますよ。あちらは、このコーラルム線の前身のヤウンタール線という路線になります。西側区間の大部分は、従来からあったローカル線を改良して置き換える形で作られたのですが、ここは迂回先のブライブルク駅の利便性と、そこから分かれるスロベニア方面の接続のために残されたみたいですね。1分半ほどで、迂回してきた路線と再度合流しました。クラーゲンフルト中央駅から17分ほど乗ったところで、次の停車駅のザンクトパウル・イム・ラバントタール駅に到着です。ざっくり日本語に訳すと、ラバント谷にあるザンクトパウルっていう感じになりますね。
ここは優等列車の中でもよく止まるタイプの列車のみが停車する駅になっていまして、最上位のレールジェットエクスプレスや一部の ICE などは通過するみたいです。ここも訪問予定なのですが、列車時刻の関係で一旦通過して、ここは後で来ようと思います。駅を出たすぐのここで、北のボルフスベルクというところまで伸びている別の路線と分かれます。ちなみにあっちは S バーンと快速列車しか走っていない路線ですね。で、ここで入るトンネルが、この路線の最大の要所であるコーラルムトンネルになります。このトンネルが巨大な山脈を貫くことで、これまで遠回りだった東西の行き来が直線で結ばれるようになったというわけです。ちなみに長さは約 32.9 キロで、これはオーストリアでは1位の長さ、ヨーロッパでも4番目になるんだとか。案内モニターには速度も表示されるんですが、どんどん加速していきますね。トンネル内でも表示されてるってことはこれ GPS とかではなくて、ちゃんと車両のデータが表示されてるのかな。ここは一応一駅間なのですが、33キロと長いからか最高速は出すみたいですね。15分くらいでトンネルを抜けました。ちなみにこのトンネル、今後しばらくの間オーストリア1位になるはずです。一応インスブルック近郊にブレンナーベーストンネルという55キロくらいのトンネルも建設中なのですが、あれはイタリアとの国境が途中にあって、オーストリア内は32キロと、ここにギリギリ足らないらしいとか。ということで、トンネルを出たすぐのところにあるここで降車。ここはコーラルム線にある主要駅のベストシュタイヤーマルク駅。このコーラルム線と同時に開業した完全な新駅ですね。レールジェットを見送ったところで駅を探検してみましょう。あの向こうに見える巨大な何かも気になるので、後で行ってみたいですね。このベストシュタイヤーマルクという駅名は、この周辺のことを指すエリア名から付けられたみたいです。新しい高速線の新駅ということで、ありがちな地域の総称を付けたって感じなのでしょうね。ちなみに訳すと、ベストは西ということで、西シュタイヤーマルク駅となります。ここの所在はシュタイヤーマルク州というところでして、その州都のグラーツから見れば西にあるので、西シュタイヤーマルクということなんでしょうけど、実際の最西端はかなり北西に行ったところにあるらしいですよ。駅の南側に出てきました。こちらはパーク&ライド用の駐車場の他は何もなさそうですね。駅の南北で高低差があるみたいで、南側は少し高台になっていて、見晴らしがすごくいいですよ。ちなみにここはグラーツウィーン方面は一面一線、向こうのクラーゲンフルト方面に島式の2線と、あとさらに島式の向こう側にも一面一線あるので、合計で3面4線。あと通過線が2本と対比線も2本存在しています。で、こっちがコーラルムトンネル側の景色。あの雪をかぶった山を越えた向こうがトンネルの反対側あたりかな。それにしてもここ、景色も良くて、駅や列車もいい感じに見えるのがめちゃめちゃいいですね。今度は駅舎側に来てみました。新しい駅ということで、駅舎は最近オーストリアではよく採用されるシルバー系の壁にガラス窓多めの様式ですね。吹き抜けの構造が開放感があっていい感じ。あと一応テナントが入れるところもあるみたいですが、現時点では空室っぽいですね。トイレもちゃんとありまして、もちろん有料なんですが、今時仕様のクレカも対応するゲートでした。次は列車から降りた時に見えていたあの謎の巨大な何かに行ってみましょう。これ何かと思ったらコーラルムトンネルを掘る時に使ったシールドマシンの一部でしたか。ここには路線の紹介みたいなのも書かれてますね。これはヨーロッパの主要な路線網ですかね。ここはこの辺りでしょうか。あっちはトンネルの紹介っぽいかな。へえ、トンネルって2002年頃から作られてたんですね。
そこから23年越しの開通とはさすがのビッグプロジェクト。お、ここに距離も書いてありますね。こう見るとシールドマシンめちゃめちゃでかいですね。なんか裏にはトンネルの大きさ体験コーナーもあるみたいですよ。車両の大きさ的にこのサイズはわかるんですが、こう人のサイズからするとすごい巨大。これが33キロ続いてて上下2本もあると考えたらものすごいですね。大方駅は見たので南側の高台まで戻ってきました。ちょうど列車が来たみたいです。しかもこれまた珍しいのが来ましたね。オーストリアではおなじみの長距離用の客車列車なのですが、実はこの路線では激レアで今日みたいな平日だと1往復しか見られないんですよね。ちなみに他の便はほぼレールジェットだったりします。トンネル方面に走り去っていきました。数少ない後方展望でこの新線を堪能できる列車なので一度は乗ってみたいですね。別の路線からやってきましたあちらはこの辺りの私鉄グラーツケーフラッハ鉄道の列車ですね。以前はもう少し北側を走っていたらしいのですが、ここの開業に合わせて線路を新設して乗り入れる形で長距離列車との接続を図るようにしたみたいです。ということでこの駅を後にしてこの列車でさっき通り過ぎたトンネルの反対側の駅へと向かいます。とやってくる前に面白い列車が来ましたよ。ドイツ行きの ICE ですね。時刻表によるとフランクフルト中央駅行きの ICE116 便だそうです。ちなみにこの線内を通過する ICE は1往復しか設定されておらず、かなり珍しい光景だったり。では ICE の後を追う形でやってきたこちらで移動していきます。ここでトンネルへ突入。トンネルを抜けて西側に戻ってきました。それでは到着です。次にやってきましたのはトンネルの西側、ザンクトパウル・イム・ラバントタール駅。ここは先ほどとは州が変わってケルンテン州に位置しまして、そのケルンテン州の中でもかなり東寄りにある駅ですね。もともとは非電化ローカル線の途中駅だったらしいのですが、ご覧の通り今はこんなすごい駅になってますよ。お、とか言っていたら近郊列車がやってきましたね。まだレールジェットは止まったままなので、ここで接続するのかな。近郊列車のお客さんが乗り換えたらすぐに発車しましたね。見送ったところで駅の外へ行ってみましょうか。ということで駅の正面までやってきました。ここの駅舎はこんな感じです。ここも先ほどのベストシュタイヤーマルク駅同様、今時の様式の駅ですね。ただここは入り口が片側しかないようで、ホームへはこの駅舎側のみから出入りできるようです。駅前には結構大きめのパーク&ライド用の駐車場ですかね。あと路線バスの停車場なんかもありますね。ここも駅の横にちょっとした広場みたいなのがあったのですが、ちょっとしたベンチと、あと蛇口がついた謎の石がありました。駅舎内は向こうに比べるとちょっと狭めかな。ここが待合室になってるっぽくて、トイレのほかコーヒー自販機がありますね。あ、ここにはないですけど、お菓子とか飲み物の自販機はホームにはあるので、コーヒー以外にも手に入りますよ。あと、こことは別の入り口だったのですが、日本でいう緑の窓口みたいなチケットセンターもここには併設されているようです。で、気になったんですがこれ、あれですかね。トンネルを掘った時に発掘されたものを飾ってある的なやつかな。おや、これはまた珍しいかも。この11時47分発のベネチア行きの列車なんですけど、
上位の優等列車のレールジェットエクスプレスということで、本来はここを通過する列車のはずですが、ここに表示されてるってことは止まるみたいですね。これあれかな、37分の列車がキャンセルってなってるので、その代わりに臨時停車するっぽい感じでしょうかね。臨時停車を見に来たんですが、先になんかウィーン方面の列車ですごい機関車が来ましたよ。この CAT って書かれてる機関車、これウィーンの空港と旧市街を結ぶ空港列車に使われる用の塗装してるんですが、今日はまさかの長距離列車でウィーンから脱走ですか。まあ塗装はあれですけど、機関車自体は特段専用ではないので、あるにはあるんですが、珍しいものを見られました。トンネルから列車が出てきましたね。あれかな、レールジェットエクスプレス。おお、あの先頭の機関車、赤い線が入っててイタリア対応のものですし、本当に来ましたね。食堂車が後ろから2両目にあるので、客車もイタリアへ行けるタイプですし、あれがベネチア行きで間違いなさそう。さっきの機関車に続いて臨時停車というまた珍しいものが見られましたね。ということでイタリアに向けて走り去っていきました。コーラルム線にある2つの主要駅は訪問できましたので、次は東側の起点グラーツ中央駅まで行ってみようと思います。というわけで座席に向かわず食堂車に直接やってきました。時間はお昼ということで、このままグラーツまでの時間でお昼ご飯を食べたいと思います。やってきましたね。今回はオーストリアの食堂車では定番のグヤーシュを注文です。スープということで健康的ですし、比較的リーズナブルな 8.5 ユーロで、しかもパンもついてくるので結構コスパのいいメニューじゃないでしょうか。それではいただきます。メニューに唐辛子マークがあった通り、ちょっと辛めの味付けですね。ごちそうさまでした。もともと美味しいスープですけど、ピリッと辛いのがアクセントになって、冬にぴったりな温まるさらに美味しいスープでした。ご飯を食べ終わったら、もうグラーツ近くまで来てましたよ。グラーツまでは40分ほどでしたので、ちょうどいいお昼ご飯タイムになりましたね。グラーツ中央駅に到着です。最後にここからフィラッハまでコーラルム線を爆走する速達便を体感して終わりにしましょうか。来ましたね。こちらのレールジェットエクスプレス53便に乗っていきたいと思います。こちらはチェコの首都プラハからやってきていますので、車両もチェコ所属のものが使われてますね。この車両、チェコの最新型の客車ということで、実は今回初乗車だったり、オーストリアでは昨年末の改正から乗り入れスタートだったので、まだ乗り入れが始まってそこまで経ってないタイミングで乗れるのはいいですね。ガラガラだったので適当にいい感じの席に座りまして発車です。この便はレールジェットエクスプレスという最上位の種別ですので、コーラルム線内は無停車で、次はクラーゲンフルト中央駅まで止まりませんよ。訪問してきた2駅は両方とも通過ですね。ちなみにこのレールジェットエクスプレスですが、2018年末の改正で設定されて以来、長年オーストリアの車両のみで運行されていたのですが、昨年末の改正以降はこのようにチェコの車両で運行される列車にも設定されるようになりました。爆走してくれるのかと思いきや、止まっちゃいましたね。実はこの便30分くらい遅れてやってきてたのですが、そのせいで前に詰まっちゃったのかな。これ5分くらい止まってたかな。ようやく動き出しましたね。駅がありますね。止まってた場所は駅内のところでしたか。ちなみにこのコーラルム線内でトンネルの東側グラーツ側にある駅はベストシュタイヤーマルク駅を除くと全て私鉄専用の駅になっていますよ。
お、レストシュタイヤーマルク駅ですね、ここ。通過してしばらくすると上下線が少し離れて、ここでコーラルムトンネルに突入です。トンネルの前後を通過する便だとやっぱり早いですね。10分くらいで抜けましたよ。抜けたらすぐにここでザンクトパウル駅を通過です。お、ちょうど東向きのレールジェットが停車中ですね。ということで、あっという間にクラーゲンフルト中央駅に到着しました。途中止まるハプニングはありましたが、それでもグラーツからは47分で着いたので、さすがに早いですね。右手に車庫が見えてくると、フィラッハ中央駅に到着です。はい、ということでフィラッハ中央駅まで戻ってきました。オーストリアで待望の13年ぶりに開業した高速新線コーラルム線はいかがだったでしょうか。乗ってみた感想ですが、さすがは最新の新線ということで線形も良く、乗り心地もかなり良かったです。また、グラーツとクラーゲンフルトという今までかなり移動しづらかった両都市間を40分台で移動できるという新線の確かな効果も体験できましたね。コーラルム線にだけ乗るっていうのは旅行的になかなか難しいかもしれませんが、さっき見たようにウィーンからイタリア方面のレールジェットエクスプレスや、あと夜行列車も通りますので、ぜひ飛行機ではなく鉄道で移動してみて体験してみるのはいかがでしょうか。それ以外にもフィラッハやクラーゲンフルトも観光地としてはマイナーですが、面白いところはいっぱいありますので、それついででもいいかもですね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。